はい、こんにちは。今日はこの靴、レイジーマンの靴を磨いて完成させたいと思います。前回ソールを仕上げてこんな感じのかなりいい雰囲気のソールができました。今回はアッパーを磨いてツルツルピカピカにしていきたいと思います。で、この糸が今赤いんですけど、この辺もちょっとなじませていくので、かなり印象がね変わってくるんじゃないかなと思います。普段はまず仮のビニール紐をカットするんですけど、今回レイジーマンということで紐がもう革で固定されちゃってます。なので汚れ落としからやっていきます。で、汚れ落としなんですけど、まず最初にやるのはこの穴飾りですね。こう見てもらうと分かるんですけど、今穴飾りの中ちょっと白っぽくなってますよね。ここ糊がちょっとついて汚れがこう付着しちゃってるので、この穴飾りの中を全部きれいにしていきたいと思います。この綿棒に少しアルコールを取りまして、こんな感じで穴飾りを一つずつぐりぐりとほじくって汚れを取っていきます。今この辺まで掃除しました。この穴までですね。こっちが掃除してない穴、かなり汚れがねこう溜まってたのが分かりますね。ここから白いですね。こっちから汚れを取ったところです。なんでこんなに汚れてるかっていうと、アッパー製作する時に革と革をね貼り合わせる時に糊を塗るんですよね。で、穴のところだけを避けて糊を塗るっていうことができないので、まとめて糊を塗ってこう後でね掃除するっていうことにしてるんですけど、その糊の接着のおかげでこう、ね、汚れを穴の中がめっちゃ吸着しちゃうっていうだけで、普段はここまで汚れることはないですね。なんですが、まあ普通のつるっとした靴に比べれば穴飾りの中は汚れが溜まりやすいっちゃ溜まりやすいんで、たまにこうやって綿棒でほじくり出してやるといいかもしれないですね。そこまでね普段は気にする必要がないところですね。はい、穴の中はすっきりしました。じゃあ次は全体の汚れを軽く落としていきます。じゃあ次はここの仮止めの紐、ここ釣り込みの時にねゴムが伸びないように裏に補強テープをくっつけるために、ここに仮止めの、ミシン糸が出てるんですけど、これを引っ張って取れました。すごくこの糸は簡易的に縫い付けてあるので、引っ張るだけで簡単に取れます。じゃあクリーム塗っていきます。今回はコロニルのシュプリームクリームを塗っていきます。たっぷり取ってブラッシングをしていきます。はい、こんな感じで少し色が濃くなった印象がありますね。では次はサフィールのクレームバーガンディを塗っていきます。結構このバーガンディ色が濃いので、この赤い糸も染まって全体的にも少し暗くなってかなり落ち着いた印象になると思います。これは全体に塗っていきます。しっかりこのベルトとアッパーの隙間もクリームを塗っておきます。じゃあブラッシングをして光沢を出していきます。はい、こんな感じに糸も染まって全体的にかなり落ち着いた印象です。迫力のある、なんていうか重厚感のある雰囲気が漂ってきた感じしますね。じゃあ次はワックスを塗っていきます。表面磨きをしていきます。こ
この靴を作った友人にはこれまで2足作ってます。サンダルとノルベジェーゼ製法のダービーを作ってるんですけど、どっちもねカジュアルな靴だったので、今回が初めての、ドレッシーめな靴ということで、やっぱりドレッシーな靴の方がピカピカしてるのが似合うので、存分にピカピカさせて靴の完成の感動をぜひ味わってほしいですね。このソール面にもワックスを塗っときます。最後はヤギ毛のブラシでブラッシングしていきます。よし、磨き終わりました。相当輝いてくれましたね。じゃあ最後にラストを抜きたいと思います。よいしょ。勝った。いやー、硬かった。めっちゃ木型の食いつきが、かかとの食いつきが良くて、無事抜けました。で、このインソールに中敷きを入れます。中敷きはこのアッパーと同じ革ですね。ライニングも同じ色でいってるんで、この靴を脱いでもパッと見全部このバーガンディの色になってるという感じです。結構ドレッシーめな作りですね。で、色がねこんな感じなんで、いつもやってるサインが書けません。やっぱり刻印が欲しいところですね。はい、こんな感じで中敷きが貼れました。はい、ということで靴が完成しました。すごい磨きでね綺麗に光ってくれて、糸も染まって全体的に落ち着いた雰囲気になって、すごくなんていうかクラシカルな雰囲気が漂ってますね。この靴ねたくさんのこだわりが詰まってるんで、その辺を解説していきます。この靴はデザインはレイジーマンというスタイルで、こうね紐がついてるように見えてるんですけど、これ実際はこう開閉するような紐ではなくて、ここのパーツは完全に止まっちゃってます。で、これは革の飾り紐。実際の脱ぎ履きはこのサイドのこのゴムですね、外側と内側にあるこのゴムで開閉して履くという感じの靴です。で、ピークドキャップのフルブローグですね。ピークドキャップというのはこういう感じで、これダイヤモンドキャップって言ったりもしますが、こう先端のこのキャップパーツ、これがこう中央が尖ってる形です。メダリオンが入って全体的に穴飾りが入ってます。ソールはこの感じでボール茶色ですね。ソールには模様をつけてしっかり磨いてあります。ウエスト部分はベベルドウエストで出し縫いを見えないように隠して、ソールのウエスト部分を絞ってますという感じですね。で、一番やっぱり特徴的なのはここのデザインですかね。レイジーマンの靴って結構ね主張が激しいというか、いろいろついてるんですよね。こうブロギングスタイルの靴が多いし、こういうイミテーションレースをつけたり、このゴムの隠す蛇腹をつけたりと、結構こう装飾の激しい靴で、この蛇腹の部分がいまいちこう靴の中で浮いてる気がしてたので、あえて逆にこれをデザインの一部として主張を激しくしてみました。こうメダリオンで囲んで、この形もこう曲線的な感じにしましたね。この辺のデザインラインっていうのはなんとなくですけど、オーストリアウィーンの靴店の雰囲気をちょっとイメージしてますね。それとこのフェイシングのサイドのライン、こことこの靴紐の幅ですね。1本目から5本目にかけてわずかに広がってるんですけど、ほとんど同じ幅です。で、それに合わせてほとんど直線的なデザインのフェイシングのこのラインがありますね。これは結構クラシックなイメージになるので、そんなデザインにしました。で、このセンター部分、ここねレイジーマンって結構ここにステッチを入れてこうパーツが分かれてるように見せる場合が多いんですけど、この靴では縫い割りにして完全にね別パーツとして作ってます。こっちの方がこの辺の雰囲気が立体感が出て
好みな感じです。かかとはこんな感じで、ここにねカウンターパーツがついてシームレスヒールです。でこの部分、カウンターパーツの一番上の部分、ステッチにね少し特徴を持たせて、なんとなくバッテンになるような曲線を描いてます。それと僕はいつもやってるんですけど、くるぶしの外側の方が低くて内側の方が高いっていう、そういうねライン取りを型紙でしてあります。前から見た感じはこんな感じで、つま先ここダブルキャップトーなんですよね。ここの革とこのキャップパーツの革がここで二重になってます。そのおかげで少しねボリューム感がつま先に出てます。でボリューム感が出過ぎても嫌だったので、それを見越して木型のつま先を少し細めに削りました。木型はこんな感じのつま先なんですけど、このつま先の大きさに対してライニングアッパー芯っていうのが乗ってくると、これぐらいねボリューム感が出てきます。でそれはこの横幅もそうなんですけど、この縦の立体感もそうですね。縦のボリューム感っていうのも結構ねいい雰囲気になってるんじゃないでしょうか。割とクラシックめなつま先の感じをイメージして作りました。それと底付けで特徴的なのはここですね。目付け。目付けというのはこのベルトにつくこのギザギザなんですけど、これをね斜めにつけました。このつま先部分はまっすぐなんですけど、こっちの方はこうつま先部分に向かって斜めにずーっと入ってます。こっち側もですね。これはねオーストリアのウィーンの靴店でやってることを見かけるシュトパライというね、コバの目付けって意味らしいんですけど、このね斜めの目付け結構特徴的です。かなり木型も抑揚がありまして、このね不末のあたりの感じとかかなりえぐれていってますね。でヒール形状、ここの積み上げの形状は今回はピッチとヒールにはせずフラットにこう垂直に落としてます。こっちの方が機能的には安定性があって、しっかりどっしりと重厚感のある雰囲気をイメージしてます。はい、ということでね、今まで作った中でもかなり自分の中で出来栄えが良くて、というかトップ、当たり前なんですけどね、どんどん上達しているんで、なんていうかね、目指しているものに近づいてきているなという感じが特に感じられた靴でしたね。いや、こんな靴が自分も履けたらな自分で作っといてあれなんですけど、これね友人に作った靴なんで、自分で履けないっていうのが本当に惜しいですね。というか手元に置いておきたい、渡したくないですね。どんどんね作ってる間に愛着が湧いてきちゃって、これをずっとね眺めてたい。もちろんねもうちょっとこうした方が良かったなっていうね、こう改善点たくさん見つかったんですけど、それでもなんていうかね、一人の靴好きとしてすごくね満足感が高いですね。でこの靴を作った友人、カリアッパーマンとこのチャンネルでは呼んでるんですけど、もう3足目ということで結構足もねフィッティングに敏感になってきてるんじゃないかなという気がするんで、今回はね2足目の靴からがっつり修正を重ねて、より履き心地のいい靴をっていうことを目指したので、それが実際どうなったのか不安でもありますが楽しみです。というわけでね、最後は友人に履いてもらった映像をお見せしながらお別れにしたいと思います。概要欄に今までの制作工程の動画を全部貼っておきますので、よければね見てください。アッパーを作って釣り込んで底をつけてっていうところをかなり詳細に記録してますのでご覧になってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ履かせていただきます。入った。すごい。かかとがもう全く外れなくてすごい。かっけえ。うわこれはいいわ。かっこよくないかこれ。いやもうぴったりよぴったり。